さて、リトルナイトメア3が賛否両論状態の中、過去作1、2を手掛けた会社の新作が圧倒的好評を博しているとのことで、一体なぜここまで差が生まれたのか、今回はリアニマルの紹介を行います。先日発売されたリトルナイトメア3ですが、Steam では現在 48% に賛否両論4300件ほどとそこまでの評判になっていません。対して今作リアニマルは昨日デモ版が公開されるや否や 97% に圧倒的好評1000件を突破しました。リトルナイトメア1、2を作った会社が新たに手掛けた作品であり、3作目はアンティルドーンなどのホラーを作られた開発会社に変わっています。似た作品でもあり関係性もとても高く、両者のレビューを見ると互いのタイトルが上がってしまうのも無理もない状況です。実際にデモ版をプレイしてみて演出の差が大きな割合を占めていると感じました。インサイド系の定番とも言える景観や色味、雰囲気により不気味さを前面に画として押し出されています。そこにサイコホラーゆえんの謎の恐怖も惜しみなく襲ってきます。美術面はより詳細に語話表現もあり、この時点で対象は子供が含まれないことがわかります。はじめの船を用いての移動は未知への不安を煽り、過細く身なりも乏しいものの、それでも凛と立ち振る舞う主人公たちはプレイヤーの目を奪います。序盤のうちの何が起こってるのかわからず、それでも進行する感覚がより強まっています。カメラワークも研究されているのか、引き気味ながらキャラクターの位置はわかりやすく、狭さや閉塞感を感じられます。すべてがこのゲームのターゲットに対し心をつかむ作りになっています。リトルナイトメア3は日本では17歳以上対象ですが、内容的にはもっと子供向けにも見えるため、ここに齟齬が生まれたのが根本かもしれません。期待していた内容と異なり、開発会社も変わったことも反動になり、相乗効果でリアニマルにより期待する声が高まったのでしょう。特に今までのリトルナイトメアさも保ちつつ、新しいものを生み出す必要もあり、シリーズを重ねるほどネタ確保が難しくなります。しかし遊ぶ側は過去作と同等か、あるいはそれ以上を期待するため、開発側はより重荷となります。好評率 48% は意見が真っ二つであり、ポジティブなレビューも当然たくさんあります。マルチでフレンドと楽しめた声が多いです。むしろ難しくなるため、それを一緒に乗り越えるのが良いそうです。そこまでひどいとも言えず、新しい挑戦であり、DLC に期待する声もあります。ストーリーは複雑回帰ではなく分かりやすくなり、それを好む人もいます。短いのは価格に見合ってない声がある一方、長くはならず密度があって良いという感想もあります。あとは応援レビューです。1、2の開発会社がもう作らないといったリトルナイトメアを続けてくれたこと、あるいは先ほどの重荷を抱えつつリトルナイトメアらしさを出してくれたことに対してです。ひどい意見ともなると3は買うな、リアニマルを買えというものがありますが、意見は真っ二つですし、リアニマルはまだデモ版ですからね。お金を損した気持ちになっても他人は必ずしもそうは思いません。好みやこれは誰向けの作品なのかを考えることでもう少し冷静にレビューはできるようになります。リアニマルはどういう経緯で作られたのかですが、過去のインタビューで答えられています。リトルナイトメアから離れ経験を生かした新しいホラーアドベンチャーを作りたかった、もっと恐ろしい体験を追求するとのことです。恐怖よりも生き物としての本能的な不安を描きたかったともあります。過去のリトルナイトメアから変えてきているわけで、こちらが真のリトルナイトメアというのも違うわけです。もちろん1、2と来てより刺激を求めたい人にもろ刺さる作品であることは間違いありません。始まりは思わせぶりなオープニングムービーから始まり、海の上で目を覚ますところから開始します。途中奇跡のような状況で相棒キャラを助けるものの、目に見えるものは真実とは限らず、何かをプレイヤーの目に映している可能性はあります。その後どこかの館に到着し、恐ろしい恐怖に見舞われつつ先を目指し、デモ版では良いところで終わりを迎えます。惜しみなく売りを出してきた作りであり、評価の高さも頷けます。これだけ評判が良いと本編も売れることは間違いなさそうです。以上、リトルナイトメア3が賛否両論状態の中、過去作1、2を作った会社の新作が圧倒的好評を博した理由を様々考察させていただきました。皆さんはどう感じられたでしょうか？発売日はまだ未定で、対応プラットフォームは PC のほか、Switch 2、PS5、Xbox となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、デモ版を一通りプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。リアニマル。動物再びという意味ですかね。一体どんな内容なのか。協力プレイも可能なんですね。ちょっと一人で。穴？お。
覗かれている。落とされたのか、もしかして。影4つですね。ともいきや、5つ目。うわぁ。ここは、どっかのボートの上か。あたりは、霧だらけですが、動ける？カメラ動かせますね。なんか今明かりがあったけど。あちらに向かってんのか。RT で、ボートを操縦？ああ、動かせますね。向かいましょう。灯台かな？灯台じゃなかった。海によくあるやつですね。鐘が鳴らせるんだ。次はあちらか。光の方向に進んでいきましょう。主人公には耳が生えてんのかな？猫耳みたいだね。さっき穴の一番最後に覗いた5人目がちょっと耳っぽいものがありましたけれど。これ光の方向行かないとどうなるんだ？そういう選択肢はあんのかな？そのまま終わってしまうとか。海猫がいるぞ。海猫の泣く頃に。どうした？なんか見つけたのか？お？なんか落ちてるっぽい？ああ、引き上げた。なんと。人がいた。どうやって見つけたんだ？主人公には、後ろ髪かな？もしくはロープかこれ。首吊りのね。ああ。ああ、落ち着け。やめろ。うわあ。さっきの5人目にも見えるね。シルエットがね。死んだと思ってた。ああ、知り合いか。日本語で喋ったよ。やっぱり、さっき覗いていたのか。右が男で、左が女かな。それっぽいな。みんなはどうしたんだ？おお。状況不明。超高い断崖絶壁ですね。上の方では鳥が飛んでますが、不吉な。さらに運転すんのか。特に落とされたとかそういうわけじゃないのかな。5人にね。まだどっちがどっちかわからないし、さっきの声は。状況を知りたい。何が起きてるんだ。そう、前方は谷状になってますね。ああ、上から岩が降ってきてる。見回す？左なんかある？いや、水面の反射か。なんかあれ見えないけどね。何を見ろってんだ。運転しながら見れますね。前方のあれはなんだ？なんか嫌いじゃないのこれ。爆破する。やばいやばいやばい。こんなものが触れたらゲームオーバー。なんだここは。木が朽ちてるんですかね。現状まだ地上を移動するターンが全然始まりませんね。抜けた先には遠方に家があるぞ。うわー、なんだ？揺れてる。まずこれに降りてみるか。ああ、到着。よし。行くぞ。目的は全然わかんないけど。なんか調べられんのかな。お、マッチつけたよ。いくらでも使えるのか。特に会話するとかありませんね。この白い点が気になるけど。あ、ついてくるようだね。これ机？ Y で調べるか。なるほど。机じゃなかった。トランク？ネズミが向こうに逃げましたが。あ、調べることでもう一回海に出れんのかな。ぽいね。あ、乗っちゃった。なるほど。そういうしようか。何もなしか。ネズミはどうだ？おい。空逃げ始めた。待て待て。あれ？あれと。お？鍵か。謎の鍵を回収。LT でしゃがめる。もっとなんか拡大してみたいね。二人の顔。どうなってんのか。とりあえずここに入るんですかね。行ってみるか。鍵をぶっ刺す。ああ。今我々一体何やってるんだ。
降りてみよう。こっちだ。慣れてんだ。ぐるぐる回って。ジャンプに、さらに奥へ。下水管ですね。うわー。なんか聞こえるぞ。不気味な音が。あ、布か。うわー、なんだ。すごい風だ。調べてみよう。こうすると、回転が止まります。どっち行くの正解だ？これ抜けるのか。手前にはなんかあんのかな。あ、また回り始めた。やばいやばい。時間制限があった。これ一人でもやられてしまってまずいのかな。ああ、だ抜けろ。ああ、ダメだった。ああ。よし。分断されても大丈夫。これスイッチがあるぞ。吹き飛ぶことはないんだね。さあ来るんだ。名前も知らないあなたと。お、共同作業か。ああ。何も見えないが、RB で、ライトの光源。足元のカビかな。登っていきましょう。お、なんだ？なんかいるぞ。大人かな。大人族は、みんなね、兄弟ですね。子供の心理状況を表してるかのように。左は飛べそうだね。ペンキがある。白色の。黄色へのペンキの批判が高まって、みんな白色になってしまい、見にくくなってしまいましたね、逆に。とりあえずペンキを乗り上げよう。一人じゃいけない？あ、呼んで、こうやって行くんだ。よし行け。あ、ラストオーバー式ですね。常に霧が漂っていて、とても不気味ですが。はしごを。あ、戻ってきたのね。戻ってきた。三角ヘッドだ。来ると思っていた。仲間か。早く逃げて。逃げる。逃げられるうちに。捕まってんのかな。あ、行っちゃった。子供のサイズならこれ、くぐり抜けることできそうだけどね。ギリギリ無理なのかな。逃げるのが正解なのか？戻ってきちゃいけなかったんですかね。仲間をみんな、助けるのが目的なのかな。下にはしご。向こうが目標っぽいけど。これ開きますね。これね、椅子とかは現実世界にあるものですね。PC か、これ。まだブラウン管の、ちょっと古い。道は、これなんかあるぞ。レバー。あれと、あ、明るくなった。それと同時に、動き始めた。これは二人で力合わせんじゃないの。あ、なんか映り始めたぞ。ディスプレイに。あ、座った。椅子に。座ったはいいが、何もできないな。ここまでじゃいけないよな。止める必要あんのかな。とりあえず行ってみよう。ちょっと待った。有無を言わさずに、貫通して落ちましたね。ダッシュでいけんじゃないの今の。あ、こっから孵化した。これまさかの、セーブポイント。このディスプレイは。何が映ってるんだ？輪っか状の何か。5人の何かかな。横たわってるようにも見えるよね。それと穴か。これ止めりゃいいのか。さらに動きましたね。あ、止まった。あれ？あっと何が起きたんだ。この隙にこっちかな。あ、今度はちゃんと判定ありますね。これはジョーカー。こっちが開けられる？埃かな。隠れら、あっと、違う場所に着いた。まずこっち調べよう。ギーッと。なんかキモいのが出てきた。なんだこれ。やばいやばいやばい。ここならでも多少顔が見えそうだけど。まあ、子供っぽい顔してんのかな。ここには何があるんだ。風呂場かな。そうだね。バスルームなんか右下に、やばいものがある。内臓と、足かこれ。
やばい。あ、この内臓どうするんだこれ。あ、頭にかぶった。何をしてるんだ。ブニョブニョしてる。ああ、なんかこんなのあったよね。リトルナイトメアが参考にした。インサイドで。これは、トイレの便器の中に、なんだ酒瓶かな。それっぽく見えるけど。なんでこれ被ったの？何起きてんの？不気味すぎるんだよ。一体何を考えてんだ。で、今の内臓は、こいつのものなのかな。これはあれかな、もしくは、クローゼットに入っていたということはね、切れるのかな。何かをこう、身にまとうような、そういう世界なのか。こっちは、換気口。道はこっちかな。それっぽいね。また、下水のとこに戻ってきた。だがいるか。通れそうだね。はじめね、船がまた乗れたということはね、いろんなとこにステージがある可能性ありますね。この館以外に。お、ここに一体何があるんだ。あれ、外に出たっぽいね。いる、なんかいる。スーツケース持った何かが。悪い大人か。これはインサイドっぽいね。左に行くの？これは貨車か。これでどっか行くんですかね。あちらは、お、なんかある。ホイールかな？ここにはめていきます。4つ見つけんのかな。残り1つっぽいね。周りを探るか、もうちょい。結構広いぞ。となるとこっちかな。ああ。向こう行きましたね。またバスルームか。手足が長いおじさん。足長おじさんではない。手長足長おじさん。こっから行ける。おー、慣れてんだ。ああ。やばいやばい。そっちか。隠れる？なんか脱ぎ去った？なんだお腹が丸ごとね、内臓取られてますけど。どういう状況？誰かが突き抜けていった？向こう側へ。ちょっとよく見れなかったな。これはトイレのすっぽんですね。あ、疲れた。よいしょよいしょ。あ、これも力を合わし。なんか取り出した。あれ？なんか出てきたよ。また。これ何なのこれさっきから。うわー、鍵も出てきた。鍵。やったー。トイレにそのまま流してんのかこれ。この不気味な何か。もしくは中から出てきたのかもしかして。お腹の中から何かがね。なんかあるぞ。ポスターが。ポスター。入手したけど。なんか見れないの？拾ったアイテム。ちょっとしたプラットフォーマーかな。ジャンプ。よし来い。なんか吊るされてる。気のせいか？布かな？また変な人の皮でも。いや、人の皮だな。上の見ると。人の皮をかぶった何かがここにいる。みんな大人はね、いろんな側面を持ち合わせてますから、それを表現してるのかもしれませんね。何かを演じてるわけですよ。この社会では。物置っぽいけど、またでかいな。最奥にはありましたね、ホイール。これは一本道。嫌なことが起きそうですね。やばい。あ、動くのかこいつら。どういうことだ。やばい。人の皮がそのまま動いた。意志を持って。やばい。逃げろ。やられた。きっとこれはね、自分を解放してほしいんだ。そのままの自分になりたい。で、その鬱憤をそこらの子供に当たってんのかもしれない。手前にもいろいろ吊るされていたけど。ジャンプか。ジャンプ。奴らは、乗り越えてくるんだ。すげえ。どういうことだ。ありがとう。危なかった。どっち行けんだ？とりあえず、こっち向かってみよう。はい。今度は木の中に入っていく。さっきの子供はいいの？もう。置いていっちゃっていいの？およ。こ
今度はどこだ？何かの行動に進んでいく。なぜ進んでるかもわからない。ああ到着した。ぶつかるまで移動しちゃったようだね。道が塞がれている。上か。列車かな。それっぽいね。あれっと。この内部はまだでかいな。ああ。一両車両なんだね。上なんかいる？あそこ。動いてる。なんだなんだ？入っていった。仲間じゃないか？おーい。おーい。あれ違った。木だった。人っぽく見えたの。ちょっと入ってみるか。あいよ。ほいしょー。わ、また川がいっぱいある。みんな仕事に疲れたね。通勤列車の帰りとか。それを指してるんでしょうね。日本社会のようで。みんなぐったりしている。死んだように眠ってるんだ。特に日本の通勤列車はね、某ガス室よりもひどいと言われている。それを毎日何時間も日本人は耐えてるわけです。こっちだ。ああ、左なんかいるぞ。足長おじさんが。ああ、やばいやばい。来た来た来た。隠れんのか。しゃがんで隠れる。おお。顔がよく見えないな、あいつ。どうなってんだ。ああ。川の物色？下覗いてんだけど。確実にバレそうだ。この辺来ると。ああ、来た。ああ。やばい。差し分けて。ああ、なんだなんだ。誰がいた？捕まった？あ、逃げたのか。仲間かな？よし。逃げるんだ。行くぞ。明かりつけない方がいいかな。お金を払わずに乗った子供。探してるかのような。まだいるぞ。お、なんだ動きが止まった。スニーキング。ちょっとカクつきますが。暗くてよく見えませんね。暗いとこなら見つかんないんじゃないの？次は左に行くんですかね。バレそうな、ここ。うわー！どうなってる？おう、ここ安全なんだ。ではこちら、向かいましょう。あらら、落ちちゃった。よっ。よし、行け。あれ？行きませんね。こっち行くんじゃないんだ。ああ、見つかった見つかった見つかった。やばいやばい。うわー、逃げろー。いやー。走れ、ギャー。やばい。頭もがられた今。ああ、また悪い夢を見ていた。これぞ、ナイトメア。これは、レーバーを引くのか。よし。全力前進。うわー！どうなった？動いたのか？あー！やばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。足のおじさんが。よし、ジャンプだ。うわー。いやー！新たな、さっきのキャラが。どっちだ？おー、すげえ、締めてくれた。ありがとう。あ、3人増えたぞ。アニマルが。我々が、ちょっと待ってー！置いてかないでー！よし。今度はセーフか。危ねえ。間に合った。うわー、登ってきた。危ない危ない危ない。うわー！落ちるー！うー！あ、リアニマル。ここまでか。デモ版は。なるほどね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。